はいどうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタ豊です。皆さんコーヒーは飲んでますか？お家で手軽に美味しいコーヒーが飲めると幸せに感じませんかね。本日はドリップバッグの美味しい入れ方についてお話ししていきたいと思います。はい、ドリップバッグとはこういった形で1杯分の、コーヒー豆とコーヒー豆が入っているものなんですけども、手軽に入れやすいためにこのドリッパーと紙フィルター、あとコーヒー豆がワンセットになっているとても便利なものです。なのでコップとお湯さえあればいつでもどこでもコーヒーを入れることができます。こういった専門的な器具やコーヒーメーカーがいらないのもメリットですよね。メーカーによって違うんですけども、だいたい 10g から 12g が入っていることが多いです。このグラム数は意外と大事なので後ほど説明していきます。続いて準備していくものをご説明します。準備するものはカップとお湯だけです。でカップはこういった背の低い広口のものよりかはちょっと背の高いものを準備してください。ではお湯を沸かしていきます。では開けていきます。こういったものが入っています。で少しコーヒーの粉を下の方に持っていってから開けるといいでしょう。で広口のものに入れるときにどうしてもこれを引っ張らないといけないので、引っ張りすぎるとこの、支えている部分が取れてしまうかもしれないので、細口のちょうどいい部分がありますね。これだと広げすぎちゃうのでどうしてもだいぶ引っ張られてる感じしますよね。あと背が低いとお湯に浸かってしまう、コーヒー豆がお湯に浸かってしまうので、コーヒーの余分な味まで出してしまうので、ちょっと背の高い方がいいと思います。お茶でもそうなんですけども、ずっとお湯とかにつけておいたお茶って渋みが出やすくなりますよね。コーヒー豆と同じで、あまりつけすぎるとコーヒーの嫌な味が出てしまうので、そこだけは注意しましょう。できればこのように、細口の、ケトルを用意してもらえると、継ぎやすい、コントロールしやすい、お湯の量をコントロールしやすいんですけども、こういった大きいのでこう入れるとなかなかねコントロールがしにくいと思うんですよ、出る量っていうのが。100均でもこういうのは売ってると思うので準備していただけると、やりやすいかなとは思います。ドリップコーヒーの決め手は2つあると思ってます。他にもいろいろあるんですけども、一番大事なのはこの2つだと思ってて、1つは、一番初めのこの蒸らしの時間と、もう1つはそのお湯の量、コーヒーとお湯の量が、コーヒーの味を左右するので、この2つが一番大事だと思ってます。ではじゃあどのようにお湯の量をコントロールするかと言いますと、測りがあればね、測りでいっぱいいっぱいになるとできるんですけども、こういう測りするのが面倒くさいよっていう人には、まず599のその法則っていうのを覚えててもらって、この599は何かというと、まずこのコーヒー、ドリップバッグの、半分までお湯を入れてもらって、で待ちます。これが1回目の蒸らしで、次に9割まで入れてもらって、落ちきるのを待ちます。それを2回やって、5割9割9割入れてもらうと、だいたいいい具合の量になると思いますので、早速入れていきたいと思います。コーヒーの粉が1に対してお湯の量が15から16ぐらいを見てます。なので
コーヒーの粉が10g だった場合 150g のお湯を入れるようにしてます。はい、それでは実際にどのくらいまで入れたら何 g のお湯が入ったのかっていうのを、測っていきたいと思います。はい、10g のコーヒードリップバッグなので 150g のお湯を入れていきたいと思います。なので蒸らしが、30g にしたとして、残り120なので、60、60という形で、計算していきたいと思います。はい、それでは行ってきます。まずは30まで入れていきます。この時はね、全体的にコーヒーがいくように、はい、30で、だいたい落ちきるぐらいな時が、20秒前後かな。はい。で、次にいきます。プラス60なんで 90g ぐらいかな。はい、これぐらいですね。切ったところでもう一回。はい、こんな感じです。9割、8割ぐらいですかね。そのお湯の、入れるスピードによって変わってくるので、はい。では出していきます。人によってはね、こんだけしか出ないのっていうふうに思ってしまうんですけども、結構濃いめだと思うんですよ。なので飲んでみて、今日濃かったら直接お湯を入れてください。まずは半分。よく言われるのはこうくるくると回す人がいるんですけども、僕はそれはどちらでもいいとは思っています。コーヒーの粉一つ一つに、お湯を通して中の物質をこう引き出してほしいんですよね。なので、くるくる回した方が、全体的にいきやすいかもしれないんですけども、そのフィルター、コーヒーのフィルターをそのまま突き抜けてコーヒーと混ざり合う前に突き抜けていってしまう可能性があるので、僕は真ん中からこう入れるような感じで問題ないかなと思います。で、真ん中に入れることによってこう中で粉がこう循環するので混ざってるかなと思います。はい。で、最後に、こうですかね。この最後の、一滴まで絞り出す必要は、ほぼほぼないと僕は思ってます。ここの味っていうのはそんなにいい味ではなくて、後の方の味なんで、ここで一度味見をしてもらって、少し濃いかなと思ったら直接お湯を入れるようにしてください。この、またコーヒーに通すとコーヒーの雑味であったりとかえぐみであったり渋みであったりとか、そういったものも一緒に出てしまうので、
直接お湯を足せば味の調整はできると思います。はい、いかがでしたでしょうか。美味しいコーヒーはできましたか。もしいまいち美味しく入れなかった場合でも入れ方が悪い可能性もあるんですけども、一度コーヒーの豆も関係してるかもしれないので、他のブランドであったりとか他の種類に変えてもらったら、もしかしたら違った味が楽しめるかもしれません。人の好き嫌いって飲んでみないとわからないっていうのがあるので、あなたの、好きな味と僕の好きな味っていうのは違うと思うので、なのでいろんな種類の味を楽しんでもらったらなと思います。はい、自分の好みの味を探していきましょう。そうすればコーヒーはもっと楽しくなると思います。最後までご視聴ありがとうございました。これからもコーヒーについていろいろ発信していきたいと思います。気に入ってもらえたらチャンネル登録よろしくお願いします。動画がいいと思ったらいいねボタンを押してください。それが僕の励みになりますので。それではまた次回。